どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、小型のお魚は好きでしょうか？自分は大好きです。アクアリウムといえば小型美魚と思っている自分は、生態を選ぶときも基本的には小さい生態を選びがちです。それもそのはず、小型生態は水草との相性も良く、レイアウト水槽でも無理なく飼育することができるんです。大型魚に興味を惹かれた時もありましたが、そういった兼ね合いもあって小型生態を飼育することが多いのが現状。そんな小型生態、このチャンネルでは今まで何度も取り上げてきたと思うんですが、今回はその中でも5本指に入るほどおすすめしたい生態を紹介していきたいと思います。正直メジャーな生態ではなく、初めて見たという人も多い気がするので、そのマイナー感も相まって余計におすすめしたくなります。自分の中では今一番隠れた美しい小型生態だと思っているので、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速開封していくんですが、今回も例に漏れずペットバルーンで購入しました。時期は以前紹介したジャイアントオトシンクルスと同じですね。なのでまだまだ寒い時期でカイロが入ってました。今回購入した生態はジャイアントオトシンクルスとこの生態の2種類だけだったんですが、どちらも動画で強く紹介したいと思っていた種類だったので、どちらを先にお見せするか迷いました。ただこの生態は買い込まないと本当の魅力をお届けできないので、こちらを後にした感じです。一応中身が見えるように撮影しているんですが、これだけじゃわからないと思います。とりあえず状態を確認したら水槽に浮かべて温度合わせを行います。ここをできるだけサッとするのが一番大事です。30分程度浮かべてある程度水温が同じになったら開封して水合わせを行いました。今回は1匹も試着なく元気な状態で送られてきて大満足です。というわけで今回紹介する生態はこちら、ワイズマニーテトラ。価格は1匹480円。今回は思い切って30匹購入しました。なので合計14,400円ですね。正直飼育したことがない感じの生態なのでちょっと心配だったんですが、結果的に気優に終わります。この名前を聞いてピンとくる方はそんなに多くないのではないでしょうか。自分はペットバルーンのサイトで見てから初めて知りました。なので自分の中ではマイナー種だと思っているんですが、マイナーだからという理由以上に色が上がった時の美しさに目を惹かれ購入を決意。一気に30匹購入したのも安定流通しているかわからないから今のうちに買っておこうと思ったからです。ちなみに導入当初は全然色上がりもしておらず、数週間くらいでマックスの美しさになるような種類ではありません。買い込めば買い込むほど美しくなる生態なので育てがいがあると思います。自分は現在8ヶ月以上飼育してやっと色上がりマックスになったなと思える個体が出てきたので、ようやく動画でお披露目となりました。ワイツマニーテトラはブラジルネグロ川、コロンビアオリノコ川流域に生息している小型カラシンの仲間です。最大体長3センチ、適正水温22から27度、水質は弱酸性から中性、餌は生き餌が中心で人工飼料にはなかなか餌付きません。ワイツマニーテトラは最大体長が3センチということで、小型カラシンの中でも結構小さい部類に入ります。ネオンテトラやカージナルテトラは5、6センチになるので、それよりも一回り小さい生態を思い浮かべてもらえればいいと思います。小型なので水質には若干敏感なところもあり、購入時のストレスにも若干弱いそうです。体が小さいため性格もとても温厚で、逆におとなしすぎて水草に隠れていることが多く、レイアウト水槽などではあまり顔を出さない可能性もあります。
また先ほどお話ししたように人工飼料に餌付くまでが時間がかかるので、混営させている生態によってはワイツマニーテトラが食いっぱぐれてしまうこともしばしば。基本的に水槽の上層よりも低層を泳いでいることが多いので、混営させるのであれば食い意地の張っていない生態の方がいいかもしれません。ただそれだけおとなしい性格のため、よっぽどの体格差がない限りは混営魚を襲うことはないと思います。逆にワイツマニーテトラが襲われないように気をつけましょう。原生地は水が溜まっている止水域や流れが緩やかなところが多いようで、基本的に強い水流は好まないようです。なので泳いでいる時も背びれをピンと張っていることが多く、優雅に泳いでいる姿が見られます。もし飼育するのであれば、できるだけ水流は緩やかにさせるか、ワイツマニーテトラが落ち着けるように流木で流れを抑えられる箇所を作っておくといいかもしれません。原生地が水流の緩やかなところということは、必然的に枯葉や流木などの堆積物が多くなるためブラックウォーター化しており、そういった環境の方が調子が出ます。自分はブラックウォーター化はさせておらず、何の問題もなく飼育できていますが、少なくともソイルを使用した水槽の方がいい気がします。そしてこのワイツマニーテトラ一番の特徴といえば、このいかつい顔と成熟したオスの発色です。顔はなんというか若干しゃくれ気味で、ひょっとするとピラニアに間違われる可能性もある感じですが、先ほどもお話しした通り性格はとても温厚です。そこのギャップがたまらなく可愛く、ただ美しいだけの生態ではないということが伝わるのではないでしょうか。体はジャイアンでも心はのび太的な感じ。そしてもう一つの特徴である成熟したオスの発色も見どころです。これは後ほど育成8ヶ月後の様子をお見せするので、そこで見てほしいんですが、本当にめちゃくそ綺麗です。正直映像では 100% の美しさをお伝えできないのが悔しいレベルで美しい。これは百聞は一見にしかずなので、ぜひ実際に飼育してみてもらいたいです。そんなワイツマニーテトラなんですが、先ほどもお話しした通りちょっとナイーブな生態という話を聞いていたので、今回は本水槽導入前にサテライト内で調子を戻してから導入しようと考えました。あまり餌も食べないようなので、ここでしっかりと我が家のブラインシュリンプに餌付いてもらう作戦です。そしてお見せしている映像を見て心配になった方もいると思うんですが、なんかちょっと体色が赤くなってる個体が結構いるんですよね。これに関しては自分も購入してすぐに不安に思い、ペットバルーンの方に問い合わせを行いました。結果エロモナスなどの病気ではなく色落ちしているだろうという結論に至りました。現にサテライト内にソイルを薄く敷いて色落ちを落ち着かせたところ、赤い点は見えなくなり、それ以降も健康に育てることができました。正直初めて購入する生態で心配だったので、しっかり問い合わせに対応してくれるペットバルーンでよかったと思います。ここら辺もお店選びの基準になってきますね。サテライト管理から2ヶ月後の状態がこちら。こんな感じで色も少し濃くなっており、ようやくスタートラインに立ったなという印象です。体長の大きいオスは体側の青のラメがキラキラ輝いており美しいです。おまけにヒレの部分がオレンジ色に発色しているので、さらに綺麗に見えます。2ヶ月間のブラインシュリンプ給仕によってだいぶサイズアップしており、見応えも出てきましたね。というわけで導入するのは、以前紹介した25種類くらいの水草を敷き詰めたあの30センチキューブ水槽です。隠れ家が欲しいワイツマニーテトラにとってはいい環境なのではないでしょうか。導入してすぐにこんな感じで水草の中に隠れています。やはり臆病な性格は本当のようです。それでもこのきらびやかな体色は隠れていないですね。先ほどの映像よりも水槽に導入した直後の方がとても綺麗に見えます。現在一番発色が強そうな個体がこちら。
オレンジ色のヒレに青いラメがとても美しい。そしてしばらく水槽から離れてもう一度観察してみると、こんな感じで固まって泳いでいました。やはり人の気配があると隠れるようですね。抜き足差し足でようやくこれくらい撮影できました。ただ30匹近くワイツマニーテトラがいるので、単独の場合よりも出てきやすいかもしれません。というわけで購入から8ヶ月後の状態がこちら。バッチバチに色上がりしてます。複数のオス個体がしっかりと発色しだしてとんでもなく綺麗です。おまけに背びれが結構立っているので小さいながらも迫力があります。ここまで来ると自分にも結構慣れてきたのか、こんな感じで水槽全面にも出てきてくれるようになりました。マジで綺麗すぎてやばいですね。ワイツマニーテトラがこんなにも綺麗だとは思っておらず、すごくびっくりしました。こんな綺麗な生態のことを知らなかったなんて、まだまだアクアリウムは奥が深いですね。これくらいバチバチに発色している個体を見れば、ワイツマニーテトラ本来の魅力が伝わるのではないでしょうか。ただ体側の青いラメに関しては肉眼で見た方がもっと綺麗です。光の当たり具合でレンズ越しでもある程度見えますが、やはり実物にはかなわないですね。このいかつい顔には似つかわしくない上品かつ豪華な体色は形容しがたい美しさがあります。ちなみに成熟したオス個体の顎の下らへんはなぜか黒くなっており、大体の個体がそんな感じになってます。顎ひげを蓄えてるみたいでいいですね。というわけで隠れた小型美魚ワイツマニーテトラを8ヶ月育成してバチバチに発色させた結果をお見せしていきました。正直ここまで発色させるのには時間がかかりましたし、それまではパッとしない印象だったんですが、完全に色が上がった姿を見てお気に入り生態トップ5に仲間入りしました。買い込めばこれだけ綺麗になるということが分かれば、もっと人気が出るのではないでしょうか。飼育当初はちょっと難易度が高めの生態と聞いていたので心配だったんですが、自分はブラインシュリンプを給餌していることもあり、一番の問題である餌食いに心配がなかったので、特に難しいイメージはありませんでした。水質に関しても特にこだわっていない水草ストック水槽でもこれだけ調子よく育てられているので、あまり気にしなくてもいい印象です。ただ人工飼料に餌付くかは未知数なので、そこら辺がネックになってきそうですね。この色上がりした映像を撮影しないとワイツマニーテトラの魅力が 100% お届けできないと思い、色上げを誓って早8ヶ月、これでようやく美しさを皆さんに発信することができました。本気でおすすめの生態なので、気になった方はぜひショップで探してみてください。なかなか流通が安定していない種類なので、通販で購入できるベッドバルーンも定期的に巡回しておくといいかもしれません。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram やっておりますので、それではしました。